。あまり着なかった服たち。あまり着なかったというか、買うタイミング悪くて着なかったなっていう服もあるんですけど、特にシャツですね。シャツはもう買ったんですけども、だいたい秋口ぐらいに買ったので、着るタイミングなかったんですよねっていうシャツたち。この辺はもしかしたら春先また着たくなる気がしているので置いとこうと思ってますが、なんかこの色に関してはちょっと一回着たら飽きたような気もするし、でもまた夏着たくなりそうな気もするので置いとくみたいな感じで、この辺はね、ちょっと置いとこうと思っているお洋服ですが、あまり着れなかった服たちです。で、お次。着てるんだけど、なんかこう、部屋着になっちゃったお洋服があって、それがこれです。GU のこのトップス。このトップスお気に入りで結構着てたりはするんですけど、これちょっと部屋着になっちゃいましたね。理由は暑い。暑いというかあったかい。このモールっぽいこのモコモコしたやつ、これ意外とあったかくて、私あったかいので部屋でよく着てたりはしたんですけど、このまま外へ行くことはあまりなく、しかも手の長さ、袖口そんなに長いわけじゃないので、私あんまり手袋しないので割と袖長いお洋服とか好きなんですよね。なんですけど、これ普通だったので、外行く時もあんまり着なくて、で完全にもう部屋着になっちゃった服ですね。で、私部屋でしか着ない服っていうのは割と断捨離対象になりがちで、というのが割ともう私オンオフ着れる服っていうのをちょっとテーマにね買ったりとかする部分もあるので、やっぱり部屋着だけになるときついかなっていうことで着てるんですけど、着ててお気に入りだし、でも来年着るかしらみたいな感じのお洋服たち。でもこれ好きなんですよね、めっちゃ。でも部屋着になっちゃったっていうお洋服とか、あとこれユニクロ C のシャツワンピース久しぶりに買いましたっていう動画アップしたんですけど、これもちょっと部屋着になっちゃいましたね。理由は、やっぱりなんかシャツワンピースでこのテロテロした感じ、なかなか難しいなと、外で着るの思って、で私今もうロングスカートメイン生活をしてしまっているので、あまり着るタイミングなく着てしまいましたね、この辺のお洋服。のでちょっとこの辺も断捨離対象かなみたいな感じで、あとこの GU のカーディガン、これも結構着てるので、なんかもう毛玉っていうかちょっと毛羽立ちがね出てきてはいるんですけど、着てるんですけど、私これ実は2色買いをして、もう1個の方の色、なんか今年は比較的こっちの色の気分で、あんまりこっち着なかったな、着てるけどねっていうのがあって、これね、2色買いしたけれども結局気に入った方1色しか着ないっていう現象が起こってしまいまして、そうなんです、起こってしまいましたということで、こっちめっちゃ着てるけどこっちの色あんまり着なかったなっていうことで、今年のやっぱり気分とかねがあって着なくなることもあるので、これあんまり着なかったなって感じですね。これでもねめっちゃ便利なんですね。私も最近薄手のロンティーとかを部屋でよく着てるので、ちょっと寒い時、夜とかね、これ羽織ってるとあったかいのですっごい便利ではあったんですけど、色がねちょっとこっちあんまり着なかったなっていうことで、でも便利だからなんか実家帰省した時に着てもいいなとか思って、なんかねそういう2色買いしたお洋服結局実家に置いてしまう問題がございます、私という感じで、こっちはねめっちゃ着ましたね。毛玉結構できた。毛玉はできてないかな、毛羽立ちがちょいちょい出てきましたねというお洋服。これが2色買いのリアルですよね。結局気に入った方めっちゃ着ちゃうみたいな。で、これね、これもね何回か着ましたが、ちょっと大きめのねニットです。ちょっとダボダボしたニットでたまに着たいなと思って買ったんですけど、あんまりやっぱ着なかったですね。これは逆に外でしか着ない服になってしまってて、それゆえにあんまり着てないってやつですね。なんかね、昔はなんかこう部屋着用、仕事用、あとそして外で着る服用、おしゃれ着ですね。友達とご飯行ったりとかする時に着る服用って分けてたので、なんか別に気にならなかったんですけど、最近の私の傾向でいくとやっぱりオンオフ両方着れる服っていうのをテーマにしてるので、外でしか着ない服っていうのもやっぱ着る頻度少ないので、断捨離するかはさておき、着ないなって改めて思いましたね。着なかったんだよな、多分2回ぐらいしか着てないかも。でもこのニット可愛いんですけどね、ちょっとダボダボしてて、ちょっと冬終わる前にまた
着たいなと思いつつ、でもちょっとあんまり着なかったニットです。断捨離はしないかな。でこれ別にね、今年買った服じゃないんですけど、着なかった服、この前もなんかお話ししたかもしれないですけど、タートル私もう近年全く着なくなっちゃいましたね。多分ね、動画の撮影の時とかは着てたりするんですけど、リアルであんまり外で着てないなと思って、そんなにめちゃめちゃ寒い日とかってあんまりあるようでなかったりもするので、なんかね、結局タートルほどの重装備いらないなと思って、しかもちょっと最近暑がり、寒がりだけど暑がりみたいな温度調整できないまんになってるので、このねタートルまんま着なかったですね。のでもうこのタートルは早くももう冬自慢してしまってもいいかもしれないですね。いやまだ1月なんですけどね、1月なんですけど、あんまり着なかったなっていうことで、着なかった服意外と出してみたら、やっぱり何着かありますよね。なんですけど、なんか今年というか去年も含めてですけど、ここ数年の傾向を見てるとやっぱりオンオフ両方着れる服じゃないと私の中でいらないなって思っちゃうこと結構多いので、そういう服がちょっと断捨離対象になりがちですね、最近はね。そう、どっちにしても極端になっちゃうと断捨離したくなっちゃうっていう感じですね。なので実は着てない服というのはめちゃめちゃあって、むしろ逆にめっちゃ着てる服ってシーズンごとに 1,2 着ぐらいしか実はないんですよねって考えると、私こんなにお洋服いらないなとかね、ちょっと思ったりしますけどもっていう感じなんですけども、ちょっと今年の冬着てないものを洗い出してみたら意外とあったというか、私もう多分このニットしか着てないんですよね今年。めっちゃ着てるからもう毛玉だらけ。こう見えるかな動画で、めちゃめちゃ毛玉だらけなんです。もうこれ来年着れないかもしれないですね。ちょっとアクリル入ってる服、伸びがいいこのテレコ系ってね、ちょくちょくアクリル入ってたりするので長持ちあんましないんですけど、もう毛玉だらけで黒だから見えないかもしれないですけど、これちょっと来年着れないかもなみたいな感じにはなりつつあるんですけど、っていうぐらいでもこのニットしか着てなくて、なのでね、なんか結局いろいろ買っても私毎シーズンめちゃめちゃ着るの 1,2 着ぐらい、めちゃめちゃ着る服って 1,2 着しかないんだなって思うと、なんかね、今年買い物するか悩んじゃいますね。いろいろね欲しくなっちゃうんだけどなという感じでございまして、でもなんかこれもちょくちょく着て楽しんではいたので、もうね心で食べた、消化したという意味では、楽しく着ましたね。別に捨てるわけじゃないんでね、すぐっていう感じなんですけど、いや
はい、どうもこんにちは、ゆかりです。というわけでですね、本日は、いつも通りの私ということで、シンプルファッションにジュエリーを持っている最近の私のファッション事情をお届けいたしました。本当にね、今年の冬、去年も多分同じような感じだったんですけど、もうシンプルな細めトップスにロングスカートを履くというのが最近の私のマイスタイルでございまして、本当にこの生活にしてから結構生活自体が楽で、しかも無駄遣いも減った。買ってるとはいえめちゃめちゃ減ったので、なんかやっぱりこうシンプルなファッションを楽しむための、今の私のスタイルこんな感じですよっていうのの2025年版をお届けいたしました。ということでですね、本当に最近はこのトップスに、ロングスカートしか履いていなくてですね、本当に毎日この辺しか着てないんですよね。これにちょっとねカーディガン羽織ったりとか、いろいろ羽織ったりとかはしてますけれども、基本的にでもそれ以外はもうこのトップス着ちゃっててっていうぐらいですね、やっぱり最近もう着心地重視でお洋服選ぶようになっちゃったので、1個気に入るものができちゃうともう毎日そればっかり着ちゃうなっていう感じでですね、あんまりやっぱりだから洋服も冒険しなくなりましたね。好きではあるんですけど、好きなのと着るのとはまた別だなみたいな感じに最近はなってきてしまっているので、なのでシンプルなお洋服を楽しみつつ、でもちょっと外したいっていうことで、なんかジュエリーをね最近は持って遊んだりしておりますけれども、でもそういう感じが今の私には合ってるなということで、ちょっとね2025年リアルな今の私ということで動画をお届けいたしました。そんなこんなでですね、今ちょっとメガネなんですけども、なんか右目が謎に充血しちゃっててですね、もうちょっと先週もですね、もうメガネ生活で、とはいえね、私家では結構メガネなので、ドキンガンなのでメガネなんですけども、視力もね 0.1 ないので、私めちゃめちゃドキンガンメガネなんですけど、これはマルジェラ先生ですねのメガネなんですが、なのでね、ちょっと最近食べ物も気をつけなきゃなということで、原因不明なのでね、なんかこういう充血、ちょっとあんまりアップで映せないぐらい、なんか今右目だけすごい血が溜まっちゃってるんですけど、でもそれもねストレスが原因だったりするところもあるっぽいので、ちょっとストレスなく今を生きなきゃなということで、なので今年はよりシンプルライフを極めてストレスをどんどん減らしていくっていうことをしたいので、こんな感じでちょっとマイペースにね、お洋服好きなのでついつい増やしちゃうんですけど、増えるとなんかストレス溜まっちゃったりとかもするので、それをなんとか削ぎ落とす形でストレス溜めないように生活していきたいなっていう感じですね。だってね、それ以外でもね、仕事だとか人間関係だとかストレス溜まったりすることはなんやかんや湧いてきますから、もうちょっと生活のベースはね、ストレス溜めないように快適に暮らしたいので、もう本当にできるだけだから今年は物を増やさないというテーマでちょっと生活していきたいなと思います。本当にね、なんかお買い物、多分私のチャンネルご覧いただいてる方ってお買い物好きな方多いと思うんですけど、お買い物してすっきりする時と結構ストレス溜まる時とないですか？私ちょいちょい両方あって、本当になんかいい買い物したなって思う時と、その時はいい買い物したなって思うけど後々なんかストレスになったりするものとか意外とあったりして、好きゆえにね衝動買い、結構悩んで買ってるはずなんですけど、衝動買いしちゃってストレス溜まるとかもねたまにあるので、ちょっとね今年はそういう選択をあまり取らないように、物をできるだけ買わないっていうことをしていきたいですねって言いつつ、ちょっと今私なんかユークスで買い物したやつが今届いていて、これどうしようかちょっと悩んでますね。めっちゃ欲しいなって思ったんですけど悩ましい。もう本当にだからもう東京の一人暮らし、部屋がそんなに広くないのでね、物も増やしちゃいけないからこそちょっとお買い物悩みますね。悩むし、しかも私が今買ったやつバッグなんですけど、バッグ本当にそんなに使わないのでね、しかもちょっと大きめのバッグなんですよね。というのもあって、本当にこれ使うかみたいなのを今めっちゃ悩んでいて、でも
安かったんですよね。いや、安くないけど安かったが正しいですね、ユークスに関してはね。めっちゃ安かったんだけど全然安くないみたいな感じなので、今これは本当に迎え入れるべきかをちょっと悩み始めてしまったっていうお買い物があるんですけども、まあちょっとね、そんな感じで最近もやっております。はい、そんなこんなでこちらの動画少しでもお楽しみいただいておりましたら、チャンネル登録、高評価お待ちしております。というわけでね、最近も趣味を楽しみつついろいろやっております。サブちゃんもね、ちょっと音楽作ってみたみたいな動画を割と週3、4ぐらいアップ頑張りつつやっておりますので、なんかそちらもご覧いただけると嬉しいです。新しい趣味楽しいな。本当に時間が足りないです。ここからさらに恋愛する時間とか全くないんですけどね、私ね。どうしましょうね。いやー、悩む。人生悩んじゃうな。というわけで本日の雑談もゆるっとお届けしました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。